ちは、はるかねです。今日はこちらのセリアでね購入した可動式ドールボディ、こちらの女の子タイプのねワンピースを縫っていこうと思います。以前ね動画の中で作りましたこちらの型紙を使っていきます。またこちらのね、動画概要欄の方にリンク貼っておきますのでチェックしていただけると嬉しいです。そして使う材料はねこちらの無地に近いようなね柄の細かいコットン 100% の生地を使っていきます。そして、マジックテープですね。それから 4mm 幅のリボン、こちらのプレゼントとかについてる小さなもので大丈夫です。10センチもあればいけるかなと思います。そして、待ち針と針と生地にね近い色の糸、それからねちょっとしのぶちゃんが飛んで見えなくなっちゃったんですけど、幅の細いリボンですね。細めのレースのリボン、そしてハサミなどを使って作っていきます。はい、まずね、生地選びなんですけど、サテンでもいいんですけどね、このようなとにかくね柄の小さなものですね。柄が大きいとお人形が小さいのでねなかなか使いにくかったりすると思います。でボーダー柄もかっこいいですし、このようにね花柄、そしてジャガードみたいな柄ですね。それからこちらはね、リバティというブランドの生地になります。メンローンというねすごく織り糸も細いですし、織り目もねすごく細かいので帯辻11にもねおすすめです。で今回はこちらのこのね白に近いこの生地を使っていきます。ではまずね生地に水を吹きかけてアイロンしていきます。はい、このようにね、生地に型紙のね型を移しました。そしたら、このね身ごろの、長さをね少し短く書いたので、このね、型紙に印をつけて、まずねこの脇の部分にね印をつけます。そしてこう合わせてね同じぐらいの長さになるように印を合わせて、そして作ってあります。このね、長さでそれぞれ合わしてあります。ではこれをね切っていきます。それから、袖なんですけれども、だいたい10センチかける3センチですね。それを2枚切っていきます。では次にねスカートの部分を切っていくんですけど、身ごろがねここまで来るので、こっからねスカートになるので、そのね幅でお好みのねスカートの幅を決めていきたいと思います。ロングだとねこのぐらいの長さなんですけど、ミニスカートだと3センチぐらいからね4、5センチ、4センチぐらいですかね。今回作るのは4センチぐらいプラス縫い代両方ね 5mm、5mm で1センチなので5センチで切っていきたいと思います。これね下の台紙方眼紙になってまして、折り返して5センチのところでね待ち針で留めて切っていきます。では次にねスカートのね広がり部分を決めていきます。だいたいこの辺りにウエストが来るので、タイトなねスカートだとこのぐらいでいいんですけど、あんまりねこう長すぎるとね全部使っちゃうとバーッとスカートが広がっちゃってね股が見えてしまうので、少しこちらのね広がりを見て決めていきます。この辺りはねもう自分のお好みで決めてください。今回このぐらいにしようかなと思うので、じゃあ20センチで切っていきますね。下のね台紙方眼紙になってるので
こんな感じで作っていきます。はい、このようにね生地を切ったら、次にね下準備としてね、撮影用に赤い目立つ糸でね、こちらにギャザーを寄せていきます。スカートの上の部分、ウエストの部分ですね。そこと袖のね、上下両方ともギャザーを寄せていきます。玉留めはせずにね、大きめの縫い目で縫っていきます。はい、このようにねウエストと袖のね上下に、ギャザーを寄せるためのしつけ糸をね縫いました。そしたら次に、スカートのね裾を端処理していきます。そして、端処理ついでにね小さなね、レースをつけていきます。まずね 5mm ほどネイルアイロンでしっかり折り目をつけます。そしてこちらが裏側でこちらが表側になるんですけど、裏側の方からこうね少しレースが出るようにこのように縫っていきます。端はね玉留めせずに3回縫って留めていきます。そして表側にねできるだけ縫い目が出ないように縫っていきます。こちらがね裏側なんですけど、裏側はね縫い目が大きく針がねたくさん見えるようにして、表側からは針があまりね見えないように縫っていきます。スカートのね裾にレースがつけられたら、次に袖をね下準備していきます。まずね、片方だけぐーっと寄せて紐をね引っ張ってシワを寄せます。そしてね次にね人形とリボンを用意して、だいたい手のね一番指の開いてる部分をぐるっと回して、それよりね少し手がね通らないといけないので、少し余裕がある程度プラス縫い代このぐらいかな、プラス縫い代 5mm ぐらい、このぐらいを切っていきます。そしてライターでね端を炙って端処理します。そしたらこのねリボンの長さに合わせてこのギャザーをね調節していきます。裏側の方にねリボンを置いて、まずね両端を留めます。そしたら次にねだいたい生地の真ん中あたりを留めます。ふわっと浮いてる部分をね絞って合わせていきます。これでねまず縫っていきます。縫えたら赤いしつけ糸をね抜いてしまいます。次にねこのリボンの分だけ、リボンの幅だけね
中へこのように折り込んで、そこへねレースをこのように取り付けて一緒にね縫い留めていきます。そしたらこのね袖口の端から 2,3 ミリのところをねぐるっと縫っていくんですけど、こちら表側でこちらがね裏側なんですけど、表側にできるだけ縫い目が出ないように縫っていきます。このようにね下準備ができました。もう一つの袖もね同じように下準備していきます。はい、このようにね下準備ができたので縫っていこうと思います。こちらね、今全部裏側になってるんですけど、この前身ごろを表側にして、そして後ろ身ごろもね中表になるように肩を合わせて、そしてまずね肩の部分から縫っていきます。はい、このようにね肩の部分が縫えたら身ごろを開いて、まずねネイルアイロンでしっかり開いていきます。そしたらここにね袖をくっつけていきます。こちらが表側で、こちらが表側、表と表がこうね重なるように、中表になるようにこのようにねくっつけていきます。端をこのようにして待ち針でねしっかり留めます。次にね赤い紐を少し引っ張ってギャザーを寄せて、そして、袖のねだいたい真ん中あたり、ここを見てもらって、この真ん中あたりですね、これを肩の線に合わせて縫っていきます。最初にねこのギャザーを寄せる前に半分のところに印つけておいてもいいんですけどね。ではこれをね縫っていきます。縫えたらこの赤いしつけ糸を引いてしまいます。同じようにねこちらの袖も縫っていきます。はい、このようにね袖が縫い付けられました。可愛いですね。やっぱり女の子服作ってるとテンション上がりますね。さてではね、こちらが表側でこちらが裏側なんですけれども、中表になるようにこのように折り返して袖から脇をね縫っていきます。
脇の部分が両方縫えたらひっくり返してね、次に襟元を縫っていきます。襟元ね、首のカーブの部分少しだけ切れ込みを入れて中へ折り込んで縫っていきます。このようにね、襟元が縫えたら次ね、身ごろの裾の部分にね少し段差ができているので、この部分ね段差がないように、縫い代にね段差がないように切っていきます。そしてスカートをねつけていきます。袖の時はね長さがそんなに長くなかったので、もうそのままくっつけちゃったんですけど、さすがにスカートはね少し長さがあるので印をねつけていきます。まず半分の部分にそれぞれ4分の1に折って、こんな感じでね印をつけます。これをボディにね身ごろに合わせていきます。こちらがね表地なんですけど、そしてスカートの表地がこちら側なんですけど、裾がねこちらでねこのようにつけていくんですけど、縫う時はこれをこのように合わせて縫っていきます。まずね両サイドから留めていきます。脇の部分を合わせて前身ごろのね中心線を出します。そしてここにねこの半分の印が来るようにくっつけます。そしたら残りねこの4分の1のところがこの脇のラインに来るようにつけていきます。そしたらね赤い糸を少しずつ引っ張って調節していきます。さらにね細かくひだをねきれいに調節しながら待ち針で刺していきます。はい、こんな感じでねしっかりギャザーを固定して縫っていきます。そして縫ったら赤いしつけ糸を抜いていきます。そして開いて次にね、この部分の縫い代のね押さえを縫っていきます。スカートがねこうあまり広がってほしくない場合は縫い代を上にね向けてこのように縫っていくとねスカートがそんなに広がらないです。で逆にねスカートしっかり広げたい場合はこの縫い代をね下に折り曲げて押さえを縫っていくとしっかりふわっとね広がってくれます。今回はね、下に向けて縫っていこうと思います。
はい、このようにねスカートが縫い付けられたら、最後にね背中の部分にマジックテープをつけていきます。出来上がり線の状態にこのねラインに折って、そしてここにねマジックテープを縫い付けていくんですけど、ちょっとねこのマジックテープ針が通りにくくて縫いにくいので、しんどい場合はペンチで縫っていきます。はい、こんな感じでね重なるように縫いました。ではね着せていきたいと思います。はい、ではね他のバリエーションもいってみたいと思います。このね型紙を使ってA ラインのねワンピースを作っていきたいと思います。この型紙のねラインをそのままね直線に伸ばした感じで切っていきます。今回の袖口はリボンじゃなくてね、生地を使っていきます。リボンの時と同じように手首がねしっかり入るように、だいたい幅2センチぐらいですね。それを使っていきます。まずね袖口の部分を半分に折って、しっかりねネイルアイロンをかけていきます。そしたら、袖のね片方の赤い紐を引っ張ってギャザーを寄せて、そしてこちらね表側なんですけど、表側に対して折り目がね下に来てますけれども、その折り目が上に来るように合わせて端からね待ち針で留めていきます。そしたら縫っていきます。このようにね縫えたら開いて、しっかりねまたネイルアイロンをかけていきます。そしてネイルアイロンをねかけたら、ここをね、押さえを縫って、袖以外はね初めのワンピースと作り方同じです。型紙のね脇のラインを伸ばしたスカートはこんな感じになります。そして後ろにね少しリボンをつけてあります。そしてこちらはねちょっと頑張ってレースをね足して、そしてビーズとかね刺繍を施してあります。ネイルストーンとかねリボンとかで飾ってウェディングドレスっぽくねしてあります。はい、こちらのね型紙の応用編いかがだったでしょうか。それぞれね違ったタイプの可愛いお洋服が出来上がったと思います。それからもしねこちらの袖口の部分がねちょっと小さく縫ってしまって手が入らないという場合はね、人形の手首の部分を引っこ抜けばね入ると思います。とりあえずね今回は型紙の応用編第1弾、またねこちらの型紙を使った、いろんなバリエーションね紹介していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンやチャンネル登録、それから、Twitter や Instagram でのねお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。